もう60年。ね、ありがとう、どうも。死の会言うたね。はい。おはようございます。おはようございます。今日も一日よろしくお願いいたします。ドライブインオアシスを経営しております豊岡雅美と申します。よろしくお願いいたします。こちらは母の雅子になります。豊岡雅子です。年ですのでよろしく。お年は86です。86歳。はい。頑張ってるんです。すみません、一日長いと思いますけど、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。こちらが玉ねぎになりますね。丼とかお味噌汁いろんなものに使ってます。玉ねぎになりますね。でこちらはじゃがいもです。メイクインと北あかりとデストロイヤー、ちょっと赤いじゃがいもですかね。コロッケに使わせてもらうのにできるだけ自分のところで栽培してます。グリーンウェーブっていうレタスですね。今日はこれもお店に出そうと思ってます。お店で使った卵の殻を乾かして巻いてます。お薬とかは巻かないですね。自分たちで食べるものなので消毒はしないように。ちょっともうこれ大きくなりすぎてますけど。お母様も畑仕事されるんですか？できたの取るだけ。腰が痛いからね、畑仕事してたらね、お店の仕事ができない。お店仕事がお母さんは第一。そう第一です。お店住んでね、夜にしてるの畑。電池つけてる。その代わり朝起こすの大変や。毎日お二人で出勤されるんですか？はい、そうですね。母が調理全般をしてます。私はその他全部一人で、ホールとパートさんがいない時はその他配膳、あとお掃除とかですね。基本じゃあお二人で営業ですか？そうですね。何十年も二人でしてきました。こちらが綾瀬はるか様主演のルート29映画の撮影地になります。綾瀬さんが撮影された椅子はこちらでございます。角度がこういう感じになりますかね。映画の中では設定ではね、オムライスがで、綾瀬さんはランチにカツ丼をお召し上がりになられた。でメニューには綾瀬はるかさんのランチということで、皆さん綾瀬はるかさんランチくださいというふうによく言われます。3月21日にならないともらえなかったんです。これは
公開になるまでは綾瀬さんがルート29に出たっていうのは内緒だったので、これが公開になった時に一番最初の新聞の一面にオアシスのこのカットを選んでもらったってことがすごくありがたいです。平成元年の5月、36年になりますかね。はい、大阪で、神戸書院の短大を卒業しまして、損害保険会社で働いておりました。お店をしだして父と父の姉の同居してるおばと私と週末になったらお手伝いに来て、父の定年もそういう時期が来て父と母はこちらで住むようになり、平成15年に突然ちょっと父が亡くなりまして、その際に母に大阪に帰るそのまま宍粟市にいるどっちがいいって聞いた時に、いや宍粟市にいたいっていうことで、でも私も突然仕事を辞めてすぐにこちらに来て、もうそのまま住み続けてもう22年ですかね。でそれまでは本当に父はサラリーマンの普通の会社員、母は専業主婦だったんですけども、突然なんか父に連れられて違った環境に置かれたというか、調理は母が一人で頑張ってきました。やっぱりこんなお店をしてる大きな事業をしてるものですから、突然辞めるっていうことができなかったというのが本音ですね。主人はね、本当のサラリーマンタイプでね、いい人やったなとか、優しい人やったねっていうふうに。クソ真面目な人それから商売してても私らがしてることごちゃごちゃ言うこともないもんね。商売気がないから分からんから言わへん悲しむよりね、急でしょ。このお店のことが頭にいっぱいで、悲しんでる間もないのよ。丼やご飯は作れても、お店の経営の主人がしてたのはもうさっぱりあんたあっちゃ向いて本やのにからそういうのどうしよう思ったけど、この子が辞めて来てくれたからね、それでまたする気になったで今に至るこういうふうにね、こう前の晩から昆布つけとくんですよ。沸騰する手前にこれを揚げて、それからこのだしを入れて取るんですよ。これね、今から火つけてね、いきます。私ね、手で切るのよ。機械だったらね、こんなね、厚いとこもね、混ざるでしょ。自分で切るの方がちゃんと葉っぱのいいとこ取って刻むからね、お客さんにも柔らかいのが食べられるし。34、5年になる。ここへ来てね、私大阪だったからね。
初めはね一人で、主人がサラリーマンでまだ会社勤めしてたからね、ここに住み慣れたいうかな。まあ皆さんに用意してもらってお客さんとも馴染みはできるわね、お友達である程度楽しかったから。でここに本当に私たち親戚もお友達も誰も知らない中に家族がポツンと引っ越してきただけなので、まあこれだけね長く入れたっていうのはまあその人らにね感謝よ。引き上げるからね。お奉行さん使うやろね。こうしてね、これを入れて。それからこの出汁から煮物もちょっと使ったりね、カツ丼の丼出汁も溶くわけ。34年になるんかな、初めからずっと一緒。それインスタント使ってない。よく知った人はね、いつもあれしてくれはるからね。私のお店ではこのカツオと昆布の出汁が元になっていろいろ料理してますので、どうぞお越しください。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。今日も早速にお越しいただきありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、お待ちしますね。お願いします。はい。バナナジュースで、はい、モーニングで。はい。じゃあコーヒーのホホットでモーニング。はい、かしこまりました。皆さんたくさんお越しいただいてますね。お忙しいですね。うるさいですけど大丈夫ですか？あ、すみません、ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、失礼します。バナナジュースお味いかがですか？美味しいです。あっさりしちゃう。あっさりしてバナナなんですね。飲んでみる？あ、バナナジュースやの。今日2回目なんです。その時は綾瀬はるかが食べたカツ丼を食べたよね。でその時にモーニングもあるということで、昨日の晩から楽しみにしとって。あ、いいなと、よう寝られなかったです。めちゃくちゃ楽しみにされてます。すごいですね。いや、ほんま感じのええ人っておるんやなっていう。うん、なんかオーナーさんの人柄も最高、場所も最高。これからもずっとここに長く続けて、もっともっといろんなことを発信していってほしいですね。ここの場所からね。
みりん入れて。これ濃いから入れる。ちょっと濃いかった。これをおうどんだし飲んでごらん。そんなええのに。いただきます。美味しい。美味しいやろ。染みます。インスタントと違うやろ。昆布とかつおで。全然違います。おうどんとか鍋焼きとかね、このだしで食べるからおうどんも美味しい言ってくれてやで。これは美味しいですよ。うん、おかわり。おかわり。ありがとうございます。ありがとうございます。今日一日無事過ごさせてください。おいただきありがとうございます。そうですか。よかったです。毎日今日一日無事過ごさせてくださいとお願いします言うてな、うん、何事もなくないけますように言うな、事故のないようにな、うん、毎日朝がそういう気持ちや。はい、お待たせしました。そうやん。こちらのお客様に作っていただいているじゃがいもも分けていただいてコロッケになっております。作った時に食べさせてもらうねん。美味しいで。北あかりなんか取れるコロッケなんか特に美味しいね。甘みがあってホクホクして、そういう系のじゃがいもをここ使いよるわね。なんか知らんけど、ここがほっこりしとるいうんかね、この店自体が。私はね、忙しい。お前やりたいよかっちゃう。これな。これ昨日作ったね。これコロッケをな、パン粉つけて、今日あんたお昼これ食べさせてあげるよね。コロッケ一番人気ですか？人気いいよ。コロッケはじゃがいもをね、こんな蒸し器で蒸すでしょ。でそれを潰してミンチを炒めてじゃがいもと混ぜてこない味付けして団子にして。これも一つ一つ
手作り。そう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 。私とこのコロッケ大きいわ言うてそやからご飯が残るわ私つい団子が大きいなんでうちの子が「お母ちゃん大きすぎるわ」言う「残るんやで」言うてやけど作っとったらついつい大きなるすごい具沢山です。このままでも食べられますよ。もしあれでしたら、しっかり味をつけてるので。よいしょ。どうぞ食べてみてくださいね。見立てはね、あれですか、これね。いただけるの。見立てはね、あれですか、これね。いただけるの。くれな。いらっしゃい。通われる理由というかありますか？いやもう雰囲気やと思いますけどね。なんか落ち着いてる、なんか和やかな感じ。100回以上、100万回以上回ってますよこの。ありがとうございます。いいですね。いいですね。どうぞ。気になりますか？あ、ええね。やっぱりいいじゃないですか。記念撮影どうでしたか？よかったよかった。いや僕ね昔子供の頃ここへ来た記憶があるんですよ。レトロな喫茶店ドライブインやないう印象でしかなかったんですけど、まあそれがよかってルート29の舞台になって貴重なオアシスって言いますかドライブインだと思いますよ。まあそれどうぞ。でね、この衣にね企業秘密やけどあれ入れたらカリッと揚がるとかねあるんや。何を入れるんですか？すす置いてね、これはね炭酸を炭酸？こうしたらねこのままカリッと揚がる。そうやで、あんた家でもしてみな。こうして週末になったら大きい車が止まるんや。みんな手作りやからな、機械とちゃうからな、きっちりとかな、自分やってみていいから。
いらっしゃい。身近にここに住んでるからもう昔からの知り合いやから手伝って言うからお母さんが元気はつらつやから負けんようにしよう、ね、はい、カツ丼ワンです。お願いします。お味噌汁はこれどれや。油がついとらへんで買っとるから。え、いや、つけとった、つけと。ご飯入れてな。大根ナマスもらえます。もうちょっとだけ入れてもらっていいですか。はいどうぞ。はい上がりました。はい、かしこまりました。はい、カツ丼です。はい、お待たせしました。はい、ごゆっくりどうぞ。何をされてるんですか？今日はカツ丼を撮影しに来たんですよ。僕は宍粟市の観光協会の広報を担当してまして SNS とかの運用とかしてるんですよ。実際カツ丼食べられめっちゃうまいっすなんでしょう、カツ丼ってやっぱこうやばくなっちゃうじゃないですか。けど衣とかもカリッとしてて、カツに対しての出汁がよく効いてて、もうこれご飯なんか飲むように食べちゃいますねめっちゃうまいです。最高。ここのオアシスさんに関してはここに情報がめちゃくちゃ集まるんですよ。これいろいろ話聞いてくれるとか、また相談乗ってくれやすいっていうような話をよく聞くので、やっぱりこの人間性なんかなととっても思いますね。
ですよ。はい、ごゆっくりどうぞ。すごい美味しそうですね。美味しそう。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。カツ丼しましょうか。はい、かしこまりました。はい、カツ丼ワンです。カツ丼ワンです。何が？写真でも撮ってあげようからどうぞって今なんかどっち向いとったって年には勝てません。カツ丼ワンです。はい。カツ丼でやらく。めちゃくちゃカツ丼出ますね。とってもよう出るのよ。人気がええねん、カツ丼な。ご飯入れてよ、一つ。カツ丼いきますね。はい。親子丼。はい。入れてもいいよ。こっち右がカツ丼、こっち親子。どれが親子？こう入れても。お待たせしました。はい、こちら親子丼です。こちらカツ丼です。はい、どうぞ。包み返してくれるか。そうなんや。そう、足ピッてついてるつもりがさ、なんか、丼めちゃくちゃ出ますね。丼ばっかりやんなくて、この出汁が美味しいと思うんで、丼出汁がな。
ありがとうございます。またお願いします。はい、こちらこそありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまはいです。オアシスのお二人、僕やっぱここ小さい頃に来たことあって久しぶりに来させてもらった時やっぱうまいなーっていう印象と、あとお二人の人柄の良さ、すごく、僕気に入っております。これからもこの看板の通り、心のオアシスとして宍粟市のオアシスとしてこれからも頑張ってください。ありがとうございました。もうかなり昔から来られてるんですか？昔からやな。何時ね。ここは丼もんやな。丼もんが美味しいでな。お客さん多かったらな、大変やけどな。お母さん一人でしよう。これ今日取れた葉野菜ですか？まさみちゃん、この何なや。グリーンウェーブ。グリーンウェーブ。お母さん、揚げるタイミングは感覚ですか？感覚。感覚でも大体わかるけど。いいかとこの色合いでな。わかる。お母さん、ご飯入れてくれる？カツ丼の。あ、そうな。これお母さんまた洗ってもらっていいですか？入れてくれな。ええか。これメルチになった。美味しそう。美味しそうです。カツ丼食べるか？昼。カツ丼ちゃうで、カツとじやで、またやってる。カツとじ。どう言うたんや今。言えへん。カツとじ。ほな、あんたこれ昼食べな。昼食べてあかんやん。カツ丼で、はい。ゆっくり焼きますんで、少しお待ちくださいね。だし巻きの方で。はい。カツ丼入りました。カツ丼入りました。はい。はい、とじ上がったよ。つとじとカツ丼は間違えることもあるんですね。よくあります。よくある。ちょっと伝票回してなかったのがですけど。かけちゃったら手遅れね。当時やからご飯の上のせんとってね。はい。あんた後してあげるからな。
つコロッケ定食とだし巻きの単品です。はい、だし巻き子供。はいはい。何が上がるかちょっと違う。結構いろんな方の顔も広いんで。いや本当にそうね。気づけへん部分かも。めっちゃ大きい。そうめっちゃ大きいです。めちゃくちゃ美味しいです。初めていただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。先日市議会議員の選挙があったんですけど、無事当選させていただいて、市議会議員のお仕事も本日から。この宍粟市の地域おこし協力隊というので活動させていただいて、宍粟市に移住されてきた方を YouTube なのでインタビューさせていただいて情報発信させていただくような活動をさせてもらってます。外から宍粟市に足を運んでくれる場所の一つの拠点になってるのは間違いないなと思ってて、個人でお店をされながら外から人を集めてる場所って一番なんじゃないかなってこの道も通りながら今日もいっぱい賑わってるなと思ってよく見ていたりしています、はい、コロッケが美味しすぎるのでぜひコロッケ食べに来てください。かなちゃん特有のはい、どうぞ。ありがとうございます。いいつも明るくてね、ニコニコ迎えてくださるのがほんまにほんまに。多分皆さんそれで寄ってこられてるんやと思います。まさみさんの人柄であったかいからね。これからも29号線の隠れ家としてずっと皆さんに愛され続けてほしいお店です。お忙しいのです。はい、行きますね。今からはどちらに？アヒルに餌をやりに行きます。まだ飼って1ヶ月も経ってないんですけど、もういてますね。はい、ガーちゃんよ。ガーちゃん、はいはい。ああ、もうこんなとこまで。買ってから1ヶ月ぐらいなんですか？そうまだ買って1ヶ月なんですよ。お客さんがね、カルガモ農法ってあるじゃないですか。草を食べてもらうためにちっちゃいアヒルをね、田んぼに放し飼いにされて、で大きくなりすぎたんやって、ここでこうでくれへんかって言われて。ここね。はい。買ってよかったなと思ってます。お客さんに喜んでもらえるので。皆様も餌やりに遊びに来てくださいね。噛まないので大丈夫ですよ。お母さん結構運動量すごいですね。そうやで、結構歩くよ。でここでちょっとこう座るぐらいやろ。だからね、この大根足がなむくむね、余計大根になるね。大根が余計しょぼいになるから。ドリンクってこれな600円くらいするんやけど、これ毎朝飲む。これをな私には合うてんねん。今日また一日始めんならまたこれ一本のさあ頑張りましょうなるね。これで私の元気の源やね。30何年間勤めるからもうこういう生活のパターンになってもうてんのよ。そしてやっぱし休んだらね、遠くから来た人来る人にねつかたんくらしたらね、気の毒な雪があるんや。もうおなじみさんやっぱ来てくれる人にねすまんな思いで、まあ頑張れるよ。そういうやっぱりな気力や、心安い人やったらお母さん死んだらあかんで言うんやで。死んだらあかんでやで。そのものズバリ言うんや。死んだらあかんで言うと死のか言うたね。笑いますねよく。ヘラヘラしとんね。怒ってもしょうがないやろ。楽しいかなね。
相手が怒っても知らん顔しとくんや無視まあ怒ることもないけどな何時やろうのか。今日は割にこんな入るな、こんな時間に。うち来たみんなに可愛がってもらおうかさ。なんかガーガー言うんでおかしいなって見たらおかしくない。チェックしてください。これは今鍋焼きだけやろ？みんな。何を置いとった？できようかな。今日は忙しいんやよ。そう。まずみちゃんからLINEもろとったけどな。忙しいんやお母さん。はい。はいはい、上がりましたよ。はい、これ卵沈んでもうたから。すぐちゃん。はい、ありがとうございます。ごめんね、こんなお客さんに用意してもらってありがたいです。うちらやろ、お客さんがな忙しかったらなすぐ厨房入って手伝ってくれてそう言って皿洗いをしてくれてやる。何人かいてるんですよ。皿洗い志願兵と言われてる。お気にね、ありがとう。どうも。またよろしくお願いします。お客さん、お客さんやろ。すごい、皆さんは本当に協力的で。そうなんや。ね。で、みんなに助けられてね、こんなんしていける、前進めるんやからありがたいよ。いつも感謝や。いい格好言うんじゃないけどな。いつもそう思うのよね。こんなんができるのみんなのおかげやもっていつもそう思ってんの。もうお母さんいつもね、ありがとう、感謝します、嬉しいです、ほんまに助けてもうてます。だいたいこのほんまにその通りやもん。そのことまでもうずっと助けてもらうんやから。お客さんを非常に大事にされるんですね。まさみさんもそうなんですけども、人柄で皆さんが寄ってくる。やっぱり地元のね、そういうご縁も他から来たんですけども、だんだん深めていってるっていうのはやっぱすごいな思います。なのね、助けてもろてこの店が立っとるんやからね、ほんまにこんなに遠くからでもわざわざ来てくれてんのなあんた。またね。はい、またどうもありがとうございます。どうも。ありがとう。特徴ですか。皆さんワイワイと集まってくるところでしょうかね。お家みたいに、リラックスをしに来ていただくのと、憩いの場みたいな形に最近はなってきてますね。近畿圏ではあるんですけれども、観光が弱くてねなかなかお越しいただけないんですけども、このルート29の映画、いろんな自然がいっぱいなので、皆さんこちらに思想に遊びに来ていただけたらな。その窓口として、29号線にあるオアシスに行ってみよう。で来て、こんなところいいな、また来たいなと。過疎化も進んでますし、そんな大したことはできないですけども、やっぱり残していきたいですよね。本人も、ここで皆さんが来られてワイワイガヤガヤおかしな話もしながら
笑ってるっていうことがねやっぱり刺激になるんじゃないかなと思ってます。なので、本人がもうどうしてもしんどくてお店がねもうできないっていうぐらいまではどこまでできるかわかんないですけど、毎日このお店に来ていろんな人と話をしたり、そういう触れ合う場がある方が私はいいのかなと。だからそこまでは頑張り続けるつもりで、本人もそのように言ってます。いずれはねもう母が体調が悪くなれば私もちょっと介護をしないといけないかもしれないので、その状態にもよりますけれども、その時にはもう本当にねどなたかに引き継いでいただける方をこちらのチャンネルでも探していただいてあちこち立つ間はこうして出てきて、いよいよ赤なんだらもう決めなあかんないぐらいです深刻に考えてないなるようにしかならないもうですかね、もう人生の大半をねここで過ごさせていただいて、ね、ここで母一番はね私の人生の中で印象深いわね、ここの生活がね。そう、もう少し前にもうやめようかなと思ってから、これだけ本当にいろんな YouTuber の方がお越しいただき、また忙しくなって頑張らなと思ったところにまた映画のロケの話も来て、あれでどうしましょうっていう感じ。最後に36年間頑張ってきた母に集大成で本当すごくいいことが重なりながらね、本当にこんなことは経験できないことだなと最近親子でよく話をしてます。それから私でもこれ幸せやなと思うわけ。それから毎日が楽しいそれでここでお客さんがアホなこと言われたらわーっと笑っててそうですね。今はいろんな方との出会いがすごく増えましたね。もう一期一会じゃないですけど、この店をしてなかったら出会えなかった方がたくさんいらして、これは本当に宝だなと思います。こう喋っててコロッと決めたら本当に万々歳やもんな目標、今後の目標まだまだ先輩。あんた90何本になったらカツ丼言われてもあんた違う丼作って出すようになるから大丈夫そうやけどね、こないしててもね苦にはならない。自分が作ってお客さんが来てくれて、帰る時美味しかったですって帰られたら、ああよかったの、また頑張らんと思うその繰り返しです。その繰り返しや自分の年忘れて頑張ろう思うよいしょ。そっちの大きいドア開けますわ。大体だからあの子が降りてきて店が始めやすいように準備やね。5本ずつ入ってるんですけど、多分50。
半にまた降りてきます。次今度これでキャベツ切るから。身が締まったしっかりしたやつをください。お願いしてます。八百屋さんにね。来ましたけど、先生来てくれる先生も減ってきてるし、迎えに来とったりね、バーバーみたいな感じで迎えに来た子がおったり。はい、どうもすみません。はい、すみません、ご苦労さんです。ありがとう。もういうとこ行った感じが出ないだからやっぱり入院する方が楽でしょう。こんな感じ。西宮の商店街で製麺屋さんやってから。はい。75年。75年。はい、3代目です。同じですね。僕も3代目。ああ。どうも。ありがとうございました。結婚して40年はしてるね。40年は。初代は私の姑さん、サラリーマンの嫁として嫁いできたんだけど、一緒に同居したらやっぱりね、自然と。うちは特殊やと思うよ。だって他のところやったら山芋やらなんやらって言うじゃないですか。小麦粉と重曹だけ。
ダイヤこだまで。船って6000だったっけ？もっとフェリー。ミックスモダンショー後玉持ち帰り。ちょっといっぱいなんで一応。ごめん、持ち帰りできてます。何だったっけ？1040円。
はい、どうも。ありがとうございます。はい、ありがとう。これはミックスのお好みの台で後玉って言って卵をその仕上げる前に入れてもらう学生の頃からですからもう30年ぐらい30年以上まずソースがすごく気に入ったんですよ僕は一回食べてハマりましたねこれがすごく大好きですすみません、ありがとうございます。まあ結構大食いなんで、台を頼んだら大きいのが出てくるんでそれも魅力の一つです。だから先代のお母さんがまだやられてた頃からやから、もうだいぶ長いです。まだまだ来ますからお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。持って帰ってくださいよ。はい、もうぜひぜひ。ね、はい。本当に、はい。ありがとうございます。いただいて帰ります。はい。すみません、ありがとうございます。お疲れ様です。豚も大。はい。もう60年近く。60年超えとるわな。中学校から。まだまだ若そうです。若そうです。もう行きました。ありません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そっちが入れるんですけど、車で見ても2階はまっすぐだけいいです。あ、2階が、全部で6枚ソースです。はい、どうぞ。
今現在4人待ちです。はい。ミックスの？ないね。そう、かけていいですよ。はい、どうもありがとうございます。2枚。はい、2枚。今現在4人待ちです。それでもよければ注文だけ先お願いします。はい。ミックス2つ。小で。小2枚ね。はい。はい。はい、ありがとうございます。ミックス小2枚の方。豚もだな。6枚の持ち帰りね。もう入れるからちょっと待ってて。はいはい。これが豚でこっちに。
すいません。6万お持ち帰りの方。はい、これ。ありがとうございます。いただきます。15歳ぐらいから来てるの。もう60年。持ち帰り。大好きやから。夢中。いつも冷凍して送るの。これはソースがです。で家で塗って食べる。こんなにも長く通われる理由としては、美味しいから。そうです。とても美味しいです。これでまた頑張れそうですか？頑張ります。ありがとうございます。ライブじゃなくていいねんけどさ、すぐに今日晩ご飯お好み焼きにしようかな。お皿は大丈夫ですかね。はい、ありがとう。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい。私だけは来てるんですよ。1170。だからもうその日によって全く違うから、まあ、焼きそば回し今のところ50ぐらい違う。はい、ありがとうございます。
ごちそうさま。ありがとうございます。ボランティアがなんか長田やからさ、最初世界に変わんないから。ドリンクどうしたのね、みんな。ドリンクはな、もう、小田さんと。また研究室がなんか沖縄でやってるみたいで、沖縄に行かって言ってるわ。週に5日店あって4日はお好みおそばをお好みを美味しい、美味しい。阪神大震災の後にうちのばあちゃんもおふくろももうお店辞めるって最初は言ってたんですよ。まあまあ待ってくれるお客さんがおったからね、中学とか高校やったらクラブ活動があるとかっていう時にここでご飯食べて学校戻ってクラブするっていうのが割と多かったんですよ。だからその時の学生さんがいまだに古いお客さんはみんなうちのおばあちゃん大好きです。おばあちゃんが93までしたんでね、それぐらいさすつもり違います息子まあ店があるから元気っていうとこもあります。足腰が立つ間なんとか頑張ろうって思ってます。ありがとうございました。大丈夫なんですけど、これは家用健康診断に行って輸血をしなくていけないぐらいのレベルの貧血になってて、ね、お母さんが一旦休むってなると、もうお店もだから僕一人では絶対回らないんですよ。特に土曜日なんて言ったらもうおふくろと僕2人だけでもきつい。再開はするつもりではいるんですけど、まだそれいつからできるかっていうのがちょっとまだ常連のお客さんにはちょっとしばらく休むかもしれへんからっていうのを全部言おう。でもお母さんはすぐに
帰ってきてくれるんですか？帰ってきたい。来たいです。帰ってきたい。腕の力腕の力すごい。ここのね、この辺は鍛えられて、足元弱ってて腕でグッとこう、だから足を鍛えないかんねんけど。お母さんもこっちもう希望は。戻ってくるのがね、何よりのやっぱりね、店してるから元気なんやろうと思うし、何もせんと家におったらボケちゃう。なるべく、元通りの生活に戻りたいなっていう一番の希望やね。頑張ってください。もうまあ無理なく、あんまり無理せんで、無理はしないで、みんな多分楽しみにしてると思うので、ありがとうございます。頑張ります。チャーシューでいいですね。
買ってもちょっとつけといて。ね、もう52年煮炊きもんね、煮しめもんだとか昔からの日本の料理が重いよね。おひたしだとか、それから酢の物だとか、ほうれん草のおひたしね、南京の大山だとごぼうのきんぴらだとね、30、それから40ぐらいまで朝はここまで、夜の12時に仕込んで家帰るのが4時半ぐらい。総菜おかず屋さんね、ここで生まれて小さい時から野菜炊いてしてもらうんで、なしにただ蒸し弁当。